皆さん、こんにちは。ゴンのやむすび、ゴンのゆいです。いつも動画をご覧くださいましてありがとうございます。いにしえ日記は、舞踊や日本文化に関する本をご紹介するシリーズです。第11回は、7代目坂東三五郎城の三五郎芸話をピックアップします。日本文化や舞踊に興味のある方、今日は踊りの神様の言葉から学びましょう。最後まで見ると日常の姿勢も変わるかも。はい。それでは今日は踊りの神様とも称される7代目坂東三五郎城の本をご紹介します。このシリーズなんですけども、私が趣味で読んできた本が、いつの間にかすごい増えてしまって、この本たちどうしたらいいかなと思ってたんですけども、こうやって心に残った言葉や舞踊に活かしたいと思った考えを皆さんと共有できることをとても嬉しく思っています。さて、この動画は少し長めですが、チャプターをつけていますので、お好きなところからご覧いただけます。でも、最初から最後まで順を追ってご覧いただきますと、内容がよくわかると思いますので、どうぞお付き合いよろしくお願いします。それでは、まずは、7代目坂東三五郎城のご紹介です。以前に10代目の本をご紹介しましたね。ゴルフのこととか出てくる回でしたね。代々踊りの名手のお名前です。7代目坂東三五郎城は1882年、明治15年生まれの歌舞伎役者です。明治の名人、4代目中村士官たちに直接教えを受け、また若い頃から数多くの舞台を研究し、技術も知識もずば抜けた方です。歌舞伎舞踊坂東流の家元としても舞踊の普及に尽力されました。戦後は劇界随一の博識者としても知られ、1955年には歌舞伎界で初の人間国宝となられました。その受賞理由も舞踊家としての貢献によるものと言われています。今でも踊りの神様として語り継がれている名人です。ということで、今日は舞踊の技術や考え方をまとめた三五郎舞踊芸話の中から3つのテーマをピックアップしたいと思います。ということで、今日これが本なんですけども、三五郎芸談と三五郎舞踊芸話っていう本がありまして、今日はこちらの三五郎舞踊芸話の中から、ご紹介するんですけども、ちょっと私すごいどんくさくって、以前こちらを買っていたのを忘れて、同じ本を買ってしまってるんですね。よくこういうことするんですけども、ただこちらの方が最近出されたものなんで、字が読みやすくなっているので、これ中身は一緒なんですけども、今日はこちらの方からご紹介したいと思います。同じ本です。三五郎舞踊芸話ですね。はい。で、この本の前半部分には、作品の具体的な踊り方などが書かれていて、とても興味深いんですけども、例えば、有名な道成寺のことなど書かれているので少しご紹介しますね。どの踊りでもそうですが、分けてもこうした踊りには初めの出が大事です。嫉妬者ですから、気が先へ先へと言っているという心から下半身はまっすぐに、上半身は心持ちちょっと前へと言っても目に立つほどではありませんが、その心がけを忘れてはなりません。はい。こんな感じでね、具体的に書かれていて、面白いんですけども、ただ、かなり細かいことが書かれていますので、その作品を知らない方にとっては、ちょっと難しく感じるかもしれませんので、興味がある方は、ぜひ古本を探して読んでみてほしいと思います。では、今日の古日記では、特に皆さんとシェアしたいと思った後半のエッセイ部分から3つのテーマを選んでご紹介します。まず、1つ目は、姿勢や腰について。そして、2つ目は、足拍子について。そして、3つ目、
脳との関係です。では、早速本題に入りましょう。皆さんはお稽古で背筋を伸ばしてとか姿勢を良くしなさい、腰を入れてなどと言われたことありますか？なんとなく分かっていたとしても、なかなか感覚をつかむのは難しいですよね。まず、ポイントの一つ目として、姿勢のことと腰のことについて書かれた箇所をご紹介したいと思います。姿勢のこと。踊りの眼目になるのは姿勢です。このほか、腰の入れ方、首の使い方、目の使い方、手の扱い方、足の運び方、扇の持ち方。詳しく言い出すとキリがありませんが、要は形の美しさにあるのです。たびたび築地のおじさんを持ち出しますが、全く名人だったのですから、勢い当然ではありますが、今でも写真に写して残してある、スケロクの花道で傘を開いて、足を大きく割った形を見ると、これこそ本当のお手本だと感心させられます。首からかかとをつないでいる線は正しくまっすぐです。これが曲がっていると姿勢が崩れるのです。どんなに足を開いても左右いずれかの足が中心をとっているので、それから上へまっすぐな位置に首がなければいけないのです。この姿勢と腰の入れ方です。腰が本当に入っていないと踊りが浮いて見えます。面が面にならないのです。文字や言葉では説明できませんが、しかし、こういっただけでもおよさは分かってもらえると思います。築地のおじさんの道成寺を五代目さんが見て、成田屋の花子はただ座っているだけでも立派に女になりきっていると褒められましたが、さすがに名人よく名人を知るものだと思いました。私も築地のおじさんの舞台を舞台横から見て、その後ろ姿、横姿のいずれにも微塵崩れを見せぬ見事さに驚きました。後ろ姿はややもすると崩れがちになるもので、それがきちんとしていれば前から見ても横から見ても申し分あろうはずはないのです。ということでですね、ここで九代目團十郎の写真をもう一度ご覧いただきましょう。まさに完璧な姿ですね。力みのない上に線が美しくてうっとりします。形の美しさといっても、それを形作るのは無心であるとか心のあり方も関係しているのかもしれませんね。さて、続いて腰のことという章をご紹介します。腰のこと。踊りには腰の入れ方が大切であると述べましたが、腰を入れるとは何のためにするかというと、体を定めるためであって、姿勢を整えることなのです。茶道、剣道、すべて体の動作のあるものは、この体を定め、姿勢を整えるのを第一条件としているようです。この腰を入れるということは、一般に踊りの師匠たちの間では腰を落とすと言って、ただ膝を折って、それが腰が落ちたりしているのを腰の入ったつもりで腰が落ちるのなんのと言いますが、腰の入れようというものは非常に難しいもので、ある程度以上には教えられるものではなく、ちょっとやそっとでわかるものではありません。長年踊っていて、自分は腰が入ったと信ずるが、さて、どこがどうと説明できない人がたくさんあります。もっとも、この場合は本当に腰の入っている人の話ですが、中には人には腰が入っていない、いないと言いながら、それではとその人を見ると、腰が入っていないどころか、体も何もまるでできていないというようなこともあります。腰が大切だというのは、結局体が本当の姿勢になることなのですが、
本当の姿勢とはやはり腰一つにあると思います。能楽雲能集にということで、ここはちょっと原文は難しいので、意訳してお伝えしますね。世阿弥は、能の型はただの動きじゃない。仏様の姿をお手本にして、祈りのように形を整える。手の動き、構え、一つ一つに密教の教えが込められていると。つまり、能の型とは動く仏像。舞うたびに仏の断りを表している。というように、世阿弥は型を仏像に重ねていたんですね。では、朗読に戻ります。とありますが、実際、世阿弥が必要上仏像を研究したと見たらいかがなものでしょう。また、あまりに想像に過ぎますが、例えば、本当の信心心から参籠していて、仏像を見ているうちに自得するところがあったと考えられないこともありません。とにかく、形を仏像に取ったということは、実に賢いことだと思います。今、私たちにお能や武学などという参考になるべきものが一切なかったら、形そのものの本体に何を選ぶでしょう。能舞のうちに隠れた大きな力、そして優美なものであって、少しも窮屈な押し迫った感じや力を見せつけるようなことのない、それでいて軽薄でない、となると、やはり仏像へ行くよりないでしょう。全く古い仏像の形、あれが本当の形でしょう。仏像に腰のふらついているのはあまりないようです。本当の形というものには、どこも無理があってはなりません。踊りでは股を広げる場合がよくありますが、これも腰の入れよう一つです。九代目團十郎の写真を見ると、すぐによくわかりますが、あの腰の落ちよう、入れよう、我々が真似ようと言って真似られるものではありません。長く手本として残るものであり、将来あの写真によってどんな研究をする人が出るかもしれません。ということでした。腰を入れるって本当に難しいことなんですよね。私もまだまだですし、それを人に伝えるのも本当に難しいなって思います。でも、仏像などを見て学ぶのも自分自身の優美な形を知るための一つの手なのかもしれませんね。それでは二つ目に行きたいと思います。はい。それでは今日のポイント二つ目です。二つ目は足拍子のことです。足拍子を踏むことは日本舞踊の特徴の一つですが、いい音をさせるのは難しいことですよね。足拍子を踏むのに、5つとも同じに大きい音をさせるというのはいけないのです。例えば、トコトントントンと踏むときに、トコトントンとなれば2だけ軽くと思われるでしょう。1と4と5を踏んで、あとは軽く踏むのです。同じ5つでも、トコトコトンだとまた違ってくるのです。役によっても違ってきます。品のいい役では、トコトンという3つの足はなるべく踏みません。下品になりますから、とにかく最後の音を強く踏むのです。踏み込みなどという振りで全部音をさせる人がありますが、どうもうるさいようです。もちろん、踏むのはかかとを踏むのです。つま先で踏むのは寄せの踊りで、以前はお酌の踊りもつま先で踏んでいましたが、近頃は師匠がやかましいせいでしょう。そういうお酌は見かけなくなりました。ということでしたね。ただ音をさせたらいいっていうんじゃないんですね。音にも品格がある。ね。私もよくこのことは師匠に言われましたね。かかとを踏むって言っても、ただバーンって踏めばいいっていうものではなくって、踏み方によって音は全然違うんですよね。これは感覚と練習もあると思いますが、そういうところもまた面白いことだなっていうふうに思います。
それでは今日は最後に、能との関係のことという章から少しご紹介して終わりたいと思います。能との関係のこと。踊りの姿勢は近頃悪くなっているようです。能の姿勢は実に立派なもので、その則数も一見六則と大体において定まっているそうです。踊りの方でもごく古い時代にはこれもはっきりしていたようです。座書の不動。これも近頃は舞台いっぱいに駆けずり回るように踊るものを見かけますが、先々代主官は非常にそのことをやかましく言っていました。京都の井上流の舞などもこの点をよく注意しているようです。姿勢も能では上下動のあるのを大変嫌うようです。これは腰が本当に入っていたら歩くときに上下動や体の乱れることがないはずなのです。踊りは能と違ってその性質上上下動はありますが、これも本当に腰が入っていたら、そのために体が乱れたり崩れたりすることも、また面の曇ることや仰向くこともなく、自然に肩も開き、本当の姿勢になるのです。私は踊る姿勢はすべて腰の入れよう一つにあると考えています。踊りが能や狂言の影響を受けていることは今更述べるまでもありませんが、ごく古い踊りはほとんど姉妹や狛江に近かったように思います。踊りそのものが今日のように細かいカチカチしたものではなく、もっと大間なのんびりしたものであったようです。はい、ということでした。最近は動きの速い踊りなどがよくありますけども、元来のゆっくりしたもの、手数を少なくするということは、本当は非常に難しいことで、よほどの名人ではないと待ちきれないものなんだよというようなことも書かれていました。舞台いっぱいに駆け回って手数たくさんに踊ることも現代調で面白いものなんですけども、おおらかに舞う美しさ、これは日本舞踊ならではだと思いますので追求したいものですね。はい、今日もたくさんの気づきがありました。次に鏡の前に立ってみたら、ぜひ首からかかとまでのラインを意識してみませんか？仏像みたいな美しさを目指してみましょう。次回の西絵日記はどんな本をご紹介しましょうか。もしリクエストがありましたらコメント欄によろしくお願いします。日本文化の奥深さを皆さんと一緒に楽しみて嬉しく思っています。チャンネル登録、いいねもどうぞよろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。ありがとうございました。